プロテイン飲んでますか？もう今や知らない人はいないっていうくらい人気の栄養素ですよね。でもその一方で、あれって体に悪いのなんていう噂も後を絶たないわけです。今回はそんなプロテインにまつわるいろいろな神話を科学の目でバッサリと解き明かして、その本当の姿に迫っていこうと思います。さあ、単刀直入に行きましょう。プロテインは身体に悪いのか？この疑問、きっと一度は頭をよぎったことがあるんじゃないでしょうか。すごく人気があるのはわかるんだけど、副作用とか何か良くないことがあるんじゃないかっていう心配もやっぱりありますよね。この解説では、そういった漠然とした不安を一つずつ科学的な根拠をもとにすっきりさせていきたいと思います。まずは、一番多くの人が心配しているであろう、この神話からいきましょう。プロテインを飲むと内臓、特に腎臓を壊す。これ聞いたことありますよね。果たして本当なんでしょうか。その話がどこから来たのか、根っこの部分から見ていきましょうか。この神話が生まれた背景には、実は糸球体過剰ろ過っていう体の正常な反応があるんです。これ何かというと、タンパク質をたくさん摂ると、腎臓が一時的に、よし、頑張るぞって、ろ過の仕事をちょっとだけ多めにこなす状態のことなんですね。この頑張るっていうのが、いつの間にか腎臓にすごいストレスがかかってるんだ、ダメージを与えてるんだっていうふうに誤解されて広まっちゃったわけです。で、ここで見てほしいのが、この比較なんです。健康な人にとって、この腎臓が一時的に頑張るっていうのは、例えるなら、運動した時に心拍数が上がるのと全く同じ。ダメージどころか、体がちゃんと状況に適応して機能してる、健康な証拠なんですよね。ただ、ここが重要なんですけど、もともと腎臓に病気がある方にとっては話が別です。その場合は、確かに負担が大きくなってしまう可能性があるので、注意が必要ということなんです。さて、次の神話に行きましょう。筋トレを頑張っている人なら、もう誰もが一度は気にしたことがあるはず。そう、あの有名なゴールデンタイム。アナボリックウィンドウとも言いますけど、これの真実に迫ります。筋トレが終わったら30分以内にプロテインを飲め。それが勝負だ。この考え、実はもう古いんです。最新の研究だと、筋肉がタンパク質を欲しがって成長しやすくなっているチャンスタイムっていうのは、トレーニングの後、なんと24時間以上も続くことが分かってるんですよ。つまり、分単位で焦って飲むことよりも、1日トータルで必要な量をしっかり摂ることの方がずっと大事だったということなんですね。じゃあ、どうすれば一番効率的なのっていう話ですよね。その答えがこのマッスルフル戦略です。ポイントは一気にたくさん取るんじゃなくて、こまめにスイッチを入れるイメージ。まず 20g から 40g くらいのタンパク質で筋肉作りのスイッチをオンにするんです。で、3時間から4時間くらい待つと筋肉がまたタンパク質に反応できる状態に戻るので、そこでまたスイッチをオンにする。この繰り返しで一日中効率よく筋肉を育てていけるっていうわけなんです。さあ、来ました。これも栄養学の世界でも本当に根強く信じられてきた神話です。一度の食事で吸収できるタンパク質には上限があるっていう話。でも最新の科学がこの常識を根底から覆してしまいました。一度の食事で体が吸収できるタンパク質はせいぜい 20g から 30g まで。それ以上とっても全部無駄になっちゃうよ。これもう当たり前のように言われてきましたよね。僕もそう思ってました。でも、ある一つの画期的な研究がこの常識に待ったをかけたんです。その研究が示した衝撃的な数字がこれです。100g。なんとですね、2024年に発表された研究によると、一度に 100g ものタンパク質を取ったとしても、体はそれを全く無駄にすることなく、時間をかけてちゃんと全部吸収して、しっかり利用することが分かったんです。すごくないですか？このスライドがまさに示している通りなんですけど、一度にドカッと取っても決して無駄にはならない。体はただ吸収するスピードをゆっくりにして時間をかけて対応するだけなんですね。そのおかげで筋肉を作る反応がなんと最大で12時間も長く続くっていう。これって忙しくてこまめに食事が取れない人にとってはまさにゲームチェンジャーと言える大発見ですよね。さて、ここまでで大きな神話はだいたい解決しましたね。ここからは視点を変えてもっと現実的な問題。
タンパク質を多めに摂っている人の多くが実際に経験するお腹の不調、これについて見ていきましょう。これがあの悪名高きプロテインオナラの科学的な正体です。タンパク質の腐敗。実は消化しきれなかったタンパク質がある重要なパートナーがいない状態で大腸まで届いちゃうと悪玉菌たちの大好物になっちゃうんです。その結果、悪玉菌がそれを分解して硫化水素みたいなあの独特の匂いの元になるガスを発生させてしまうというわけなんですね。つまりですよ、本当の犯人はプロテインそのものじゃなかったんです。真犯人はその大事なパートナーである食物繊維が足りていなかったこと。問題の本質はタンパク質ばっかりに偏ってしまって食事全体のバランスが崩れていたということにあったんですね。さあ、原因がわかれば解決策はすごくシンプルです。ここからはプロテインの良いところだけを最大限に引き出してデメリットをなくすための科学に基づいた具体的なプランを一緒に作っていきましょう。これが今日からすぐにでも使える一番実践的なアドバイスです。もうこの黄金比だけを覚えて帰ってください。タンパク質を 10g 取るたびに食物繊維を 2g から 3g プラスする。たったこれだけです。これを意識するだけでお腹の中の善玉菌が元気になって悪玉菌が暴れるのを抑えることができるんです。では最後に今日お話しした内容をこの5つの原則にまとめてみました。一番大切なのは何かを極端にやるんじゃなくて賢くバランスを取ること。まずは自分に必要な量を知る。それをできればこまめに分ける。そして必ず食物繊維や水分と一緒に摂る。で、何よりも大事なのが自分の体の声に耳を傾けること。これがプロテインと上手に付き合っていくための最適解なんです。さあ、どうでしたでしょうか。プロテインをめぐるいろいろな神話を解き明かして科学的にどう付き合っていけばいいのか、その道筋が見えてきたんじゃないかと思います。ここからはあなたの番です。今日の話を聞いてみて、明日からまず一つだけ何かを変えてみるとしたら、それは何ですか？ぜひちょっと考えてみてください。